セネズミ。ある古い家の天井裏に、セという名前のネズミが住んでいました。ある日、セネズミはイタチに会いました。イタチは金平糖をたくさん持っていました。ああ、セネズミ、棚の下に金平糖がたくさん落ちているよ。早く行って拾ったらいい。セネズミは喜んで、急いで棚のところへ行きました。しかし、もうアリの兵隊たちがたくさん集まって、金平糖の周りに非常線を張っていました。近づくと、アリはセネズミを噛みました。痛い。金平糖は私たちのものです。来ないでください。セネズミは震えて、急いで天井裏へ帰りました。アリは強いですから仕方がありません。しかし、イタチは悪いやつだ。とセネズミは思いました。イタチが金平糖のことを私に言わなかったら、私はアリに噛まれなかった。イタチは私が弱いから意地悪をしたんだ。セネズミは腹を立てました。それで、イタチの家へ行って言いました。イタチさん、あなたはひどい。私が弱いから騙しましたね。騙していないよ。金平糖は確かにあったでしょ？あったけど、もうアリが来ていて、私は噛まれました。あなたのせいだ。償ってください。償ってください。セネズミが言いましたから、イタチは困りました。私は親切にした。逆恨みだ。まあいい。これをあげるから、帰ってください。もう、顔も見たくない。イタチは自分が拾った金平糖を投げました。セネズミはそれを拾って天井裏へ帰りました。セネズミがこんな性格ですから、みんなだんだん嫌いになって、誰もセネズミと話さなくなりました。それで、セネズミは柱やバケツと話しました。特に柱はとても親切でした。ある日、柱はセネズミに言いました。セネズミさん、もうすぐ冬ですね。私の頭の上に鳥が残した羽がたくさんあります。寒くなる前にあなたの家へ持って行ったらどうですか？セネズミはそれもそうだと思って柱の上へ行きました。ところが、羽を持って降りているとき、足が滑って落ちました。柱はびっくりして、ネズミさん、大丈夫ですか？と心配しました。セネズミは怒って言いました。柱さん、ひどい。私が弱いから意地悪をしましたね。柱は困りました。意地悪じゃありませんよ。でも、滑りやすいことを先に言いませんでした。すみません。許してください。柱が謝りましたから、セネズミは図に乗りました。許しません。あなたが私に指図したから、私は怪我をした。さあ、償ってください。償ってください。許してください。柱は泣きました。セネズミは天井裏へ帰りました。それから柱も二度とセネズミと話しませんでした。
ある日、バケツがセネズミに言いました。セネズミさん、今日は石鹸のかけらがあります。これで顔を洗ったらきれいになりますよ。セネズミは喜んで石鹸で顔を洗いました。すると、ひげが数本抜けました。セネズミは怒ってバケツに、償ってください、償ってください。と250回ぐらい言いました。バケツは困って泣きました。それでバケツももう二度とセネズミと話しませんでした。一つだけまだセネズミと友達になりたいものがありました。ネズミ捕りです。ネズミ捕りは人間が好きじゃありませんでした。人間もネズミ捕りが嫌いで、触りたくもない様子でした。それに、ネズミを取らない日は、役に立たない、と罵ります。ネズミ捕りは、人間よりネズミと友達になりたかったですが、どのネズミもネズミ捕りと友達になってくれません。ネズミ捕りは、ネズミさん、おいしいものがあるよ。ほら、こっちへ来てください。とネズミを呼びますが、ネズミはみんな、私たちを捕まえたいだけでしょ。はいはい、また後で。と言って逃げます。今晩もネズミ捕りは大きい声でネズミたちを呼びました。ネズミさん、来てください。今晩の餌もおいしいですよ。私は友達です。絶対に捕まえません。これを食べたらすぐ帰ってもいいですよ。そこへセネズミが来ました。ネズミ捕りさん、それは本当ですか？あ、セネズミさん。本当ですよ。私は人間よりネズミさんたちと友達になりたいです。さあ、食べてください。ネズミ捕りが言いましたから、セネズミは安心しました。それで、ネズミ捕りの中へ入って餌を食べました。おいしかったよ。ありがとう。そう。よかった。また明日来てくださいね。セネズミは天井裏へ帰りました。次の日、セネズミはまたネズミ捕りのところへ行きました。あなたが来てくださいと言いましたから、来てあげましたよ。セネズミが恩に着せるように言いましたから、ネズミ捕りはむっとしました。セネズミはネズミ捕りの中で餌を食べました。そして、じゃ、また明日来てあげるよ。と言って帰りました。毎晩ネズミ捕りの餌だけなくなりますから、人間は怒りました。このネズミ捕りは本当に役に立たない。と言って、腐った餌を中に入れました。ネズミ捕りはすっかり腹を立てました。その晩、またセネズミが来て王兵に言いました。ああ、私の家からここまで遠いですから疲れますよ。まあ、わざわざ来てあげても、あまりおいしくない餌があるだけですけどね。ネズミ捕りさん、こんばんは。ネズミ捕りはすっかり怒っていましたから、そうそう、とだけ言いました。セネズミが中に入ってみると、餌は腐っていました。
ネズミ捕りさん、これはひどい。腐っていますよ。私が弱いから意地悪をしましたね。償ってください。償ってください。ネズミ捕りは怒ってブルブル震えました。それで仕掛けが動いて入り口が閉じました。ネズミ捕りさん、ネズミ捕りさん、何してるんですか？ちょっと開けてくださいよ。ちょっと。